どうも、ボタニカリスティクスです。今日はですね、行ってきました動画なんですけど、いつもはお店とかね、ホームセンターとか、イベントとか、そういったとこに行ってきましたっていうシリーズが、行ってきましたシリーズだったんだけど、今回は植物園に行ってきました。これもね、行ってきましたシリーズで、今後ね、植物園行ったらですね、このシリーズでお届けしたいと思ってるんですけどね。実際ね、結構僕いろんな植物園行くんですよ。電車とか車で行ける範囲でね、そんなにすごい遠くまでは行かないんだけど、関東圏内の植物園ですね。大きいのからちっちゃいのから、行ったりするんですけど、今回は栃木県栃木市にある栃木花センターというところに行ってきました。実際に行って、で、その後に調べて分かったんですよ。栃木県の栃木市にあるんですね。で、僕ね、佐野市にあると思い込んでたんですよ。というのもですね、佐野市って、その市のシンボルみたいな山があるんですけど、三鴨山っていう。で、その山のふもとにあるんですよ。三鴨山公園っていうのがあって、山の中とか下とかいろいろあるんですけど、その一連の三鴨山公園の一部として、その栃木花センターっていうのがあってですね。なので、佐野のイメージだったんですよね。そしたらね、調べたら栃木市でしたね。僕が単純にその三鴨山が佐野ってもうイメージしてるからなんですけど、栃木市のその地元の人たちはもしかしたら、いや、三鴨山は俺たちのものだって思ってるかもしれないんで、その辺、ちょっとって思った人もいてもちょっと勘弁してください。あんま詳しくないんでね。その栃木花センターの中に大きな温室があるんですよ。名前がね、栃花ちゃんドームとかいう名前だったかな。そういう名前の温室があって、そこを見に行ったって感じです。確かに、バラ園だとか、なんとか園とかね、フラワーガーデンとかいろいろあるけど、例えばそれこそね、秩父の芝桜、植物園ですよね。だけど、このフィカス紹介しているこのボタニカリスティクスとしては、植物園って言ったらもう温室のことですね。じゃないとだってもうフィカスね、その外にね、咲いてないもんね。咲いてるっていうか、ガーデニングとかでフィカス植わってるわけじゃないんで、熱帯雨林を再現した温室とかに、行きましたってことですよ。公園とこっちの花センターの方の入り口、どっちからも行けるんだけど、花センターの方の入り口から、行きましたね。僕は車で行ったんですけど、バスで行くんだったら、栃木駅からバスが出てますね。栃木駅の南口からバスが出てると思います。で、入っていくと、最初はね、温室というよりはですね、ちょっとバラが飾られてたりとか、赤ちょっと入ってる。向けていくとですね、ハスが飾られてたりとかですね、大きい植物園っていう感じじゃないんですけど、スマートに要所要所に飾られてる。バラ園みたいなのもちっちゃいのですけど、ありましたよ。あと、施設の中ではですね、カフェのスペースがあったりとか、シニア向けのサークルみたいなのの、展示会みたいなのをやってたりとかしましたね。ちょっと僕はあんまりわかんなかったんだけど、そういったタイプの、なんとかラン展とかだったかな、なんですね。ちょっと載せときますよ。混雑状況はね、ちょっと測れないかな。その台風が来るって言われてた日なんですよ、昨日が。なので、お客さんまばらでしたね。公園の方もね、お休みみたいな感じで、普段はね、池があって鯉に餌あげたりとかできるんだけど、閉鎖してあったし、公園まで走る汽車の形したバスみたいなのがあるんだけど、それもね、止まってたし、いろいろお休みで全然お客さんいなかったんですよね。その植物園の方もですね。公園の方も植物園の方も。なのでガラガラでした。それで本ちゃんの温室なんですけど、温室入ったらですね、券売機があって、大人400円。すごい安くていいですよね、こういうの。で、買ってですね、で、入ると。スタッフの人がね、写真撮ってどうぞって言われたんで、僕触ってもいいですかとか聞いて、触らない方がいいやつもあるけど、触っていいですよって、言ってくれたんで、もしさ、アスペラパーセリーとかあったらさ、触ってさ、ビレンスノーストームとの違いとかのね、レビューをもうその場で撮影しようかなと思ったんだよね。だから事前にちょっと聞いときました。結果的になかったんだけど、アスペラパーセリーは。で、入ったらですね、一番最初に、ティネケがお出迎えしてくれましたね。早速ね、ピカセいましたよ。やっぱね、楽しかったですね。インドボダイジュ。すんごいでかいの。もうね、幹はこんくらい立派な木のインドボダイジュが、バーンって、ちゃんとね、書いてありましたよ。釈迦がこの下で悟りを開いたと言われるインドボダイジュで、下にね、お釈迦様のね、イラスト貼ってあったりとかね、ちょっとね、面白かったんだけど、そういうでかいインドボダイジュでしょ。で、その隣にはね、巨大なガジュマルがあってね、で、このガジュマルがめっちゃくちゃ締め殺してますみたいなね、もうすごい気根がぐにゃーってなってるガジュマル。あとね、さらに奥行ったところにもガジュマルってあったんだけど、そのガジュマルの葉っぱがね、あれって、この間紹介した大判ボダイジュにすごい似た葉っぱのガジュマルがありました。これはさすがに関係あるでしょってちょっと確信しちゃうぐらいのよく似てましたよ。ちょっとこれ載せとこうかな。これ大判ボダイジュじゃないみたいな気がしちゃったな。やっぱりだからガジュマルの仲間なのかもな。フィカス SP をやめてフィカスミクロカルパー
シルバープレート、大判菩提樹わかんないけど、なんか、そろそろちょっと学名決めてあげてもいいんじゃないかなってちょっと思ったというか、もうちょっとちゃんと調べてからじゃないとダメだけど、大判菩提樹、ミクロカルパかもな。あとね、トライアンギュラリスもいたね。トライアンギュラリスって書いてあった。この間考察動画でちょっと話したけど、ナタレンシス、SP、レプリエウリと書いてなかったね。トライアンギュラリスって書いてあった。まあしょうがないかな。で、そんな感じでね、音質はね、すごい楽しかったですね。ピカスだけじゃなくてね、巨大なモンステラがあったり、巨大なセロームがあったり、まあ音質でみんな絶対やりたいよね。滝がダーってなってるとか。でその中を通るとか。そういう楽しさありましたよ。あとは馴染みの深いその果物とかフルーツとか、そういったものの展示もあったし、大人も子供も楽しめるんじゃないかなと思いました。人気の多肉とかサボテンアガベとか、あの辺はね、そんなでもなかった。開墾もね、そんなでもなかったですね。ただね、コウモリランとか、あとエアプランツとかそういったものは、ちゃんと見せようと、なんか植物園側の意思を感じましたね。すごく良かったですよ。で、それで、植物園出まして、そうするとね、販売所みたいなとこがあって、そこでね、観葉植物ちょこっとだけね、売ってました。で、ティネケとか、バロックとか、アルテシマもあったね。あとガジュマルか。そんな感じの植物園で見たやつが、並んでて、バロックはなかったけど、例えばガジュマルとかね、ティネケとか。やっぱりさ、植物園の醍醐味、その音質の醍醐味ですよね。普段僕らが見ている、お店で見たりとか、買ってきてお家で育てているピカス、大きくしていくじゃないですか。ただ、大きさにもさ、ほら、限界があるじゃん。15鉢ぐらいじゃない？それでね。でもさ、それを自由植してさ、自由に成長させたらどうなるんだろうっていうその先を見せてくれるのが、植物園。僕ら熱帯雨林とかしょっちゅう行けるわけじゃないじゃない。だから、そういうのを原生林の野生の姿、そういうのを植物園で見せてもらってるっていう感じですね。それを目の前で感じれる。それが植物園音質の良さですよね。やっぱね、インドボダイジュとか、うちで育ててるとすごいか弱いじゃないですか。大丈夫かな、かわいいかわいいとか言ってるけど、やっぱね、あんなね、音質の植物園で見させられるとね、うわ、すげえな、みたいな。俺、こいつをかわいいかわいいって。ガジュマルとかもさ、みんななんかこんなのに入れてさ、かわいいとか言ってるけどさ、話には聞いてたけど、そんなやっちゃうみたいな。締め殺しって、最初言葉聞いた時なんて残酷な言葉だと思ったけど、もっとえぐい言葉で表現した方がいいよっていう様を見せられたよね。なんかそういうのを感じれる。野生のダイナミックさもそうだけど残酷さとかもね、そういうのも含めて、それが植物園の醍醐味かな。楽しかったです。他にもね、植物園結構行ってるんですけど、ちょっと過去のものになっちゃうんですけど、遡ってね、ここ行ってきましたっていう報告動画をちょっと撮ろうと思ってますんで、今後お楽しみください。今回のね、栃木花センターですけど、そうね、栃木市だけど、やっぱね、佐野の近くでね、佐野プレミアムアウトレットとか、ああいうの行ったついでにね、ちょっとね、足運んでみてみるのもいいと思いますね。あるいは一緒に行く人が、あんま植物好きじゃないとかだったら、佐野のアウトレット行こうよって言いながら、ついでにさ、みたいな感じで、本店をね、ぶち込んでいく。それで一緒に連れてって、それこそね、ピカス好きにね、染めちゃえばいいんですよ、その人は。あとはね、別にプレミアムアウトレットとかじゃなくてもいいですよ。別に佐野ラーメンついででもいいですよ。なんかね、そういった何かのついでに、ちょっとプラッと行くんでもいいと思いますね。僕はね、全然音質目的で行きましたけどね。今日はそんな感じで、行ってきました動画でした。栃木花センターの栃花ちゃんドームという音質行ってきました。今日は以上になります。では。